私の名前はめぐみ。夫の大輝と9歳の娘の真央と3人で暮らしている。もともと義実家で義母と同居していたのだが、義母とは性格が合わず、3年前に同居を解消。現在は義実家の近くで家族3人で平和に暮らしている。そんな私には一つ気になることがあった。それは半年ほど前から夫の帰りが遅くなり、出張といって家を空けることが増えたことだ。夫はもともとお調子者なところがあり、飲み会では盛り上げ役となり目立つ存在だ。明るくてみんなから好かれる一方で、八方美人で人に流されやすいところも、夫のことを信用していないわけではなかったが、浮気をしているのではないかと心配に。このまま続くなら浮気の調査をしようとも思ったが、私はフルタイムでネイリストの仕事をしている。そのため夫を追っている時間などなかった。残業、出張と言い訳して夫が家を空けている間、私は家事も育児も一人で負担することに。こんなに私が苦労を強いられているというのに、もし浮気なんかしていたら絶対に許せない。そう思うと夫に対する不信感はどんどん大きくなっていった。しかしそれも長くは続かなかった。しばらくすると夫が以前のように毎日早く帰ってくるようになったのだ。どうやら大きい仕事を任されていたが、ようやく落ち着いたようで、残業も出張も減ったらしい。休日には家族サービスもするようになり、娘を可愛がる夫の姿を見て、浮気はやはり勘違いだったと思った。夫に関する悩みがなくなり、平和な日々が戻ると、今度は別の悩みが浮上することに。それはママ友のかなさんによる陰口だ。かなさんはシングルマザーで、娘と同い年の女の子を一人で育てていた。仕事が忙しいのはわかるが、子供をママ友に夜遅くまで預けたりと、非常識な行動が目立っていた。そのせいでママ友の間では嫌われているので、私もなるべく深入りしないよう心がけている。そんなかなさんが突然私の陰口を言うように。しかもその内容は嘘ばかり。初めのうちは気にしないようにしていたが、ある日、授業参観で私の目の前で堂々と悪口を言ってきた。さすがに見かねた私は思わず声をかけることに。ちょっと、かなさん、さっきから私の悪口言ってるよね。私、あなたに何かしたっけ？来た来た、男好きのめぐみさんよ。男好き？私が？全く身に覚えがなかったので驚いた私は、思わず大きい声を出してしまった。ママ友の旦那さんに色目使ってるのは分かってるのよ。は？そんなわけないでしょ。怒りをあらわにする私の周りにいたママ友たちが必死でなだめ、なんとか喧嘩にならずに済んだ。とはいえ、私の怒りが収まったわけではない。ママ友の旦那さんに色目を使ってるなんて言われて黙っていられるはずがなかった。他のママ友はみんな気にすることないと言ってくれたが、その日は嫌な気分のまま帰宅。いつもより元気がない私を帰宅した夫は心配した。どうしたの？なんか嫌なことでもあった？実は、私はかなさんに言われたことを夫に話した。夫はなぜか動揺しているような素振りを見せた。そんなこと言われたの？そいつとはもう関わらない方がいい。学校であっても無視するんだ。そういうわけにはいかないよ。子供同士は友達みたいだしね。いや、絶対に関わるな。夫があまりにも熱くなりすぎている気がして、私は違和感を覚えた。それからも、かなさんは私の陰口をやめなかった。気にしないよう心がけてはいたものの、落ち込む私を仲のいいママ友のみゆきさんが元気づけてくれた。みゆきさんは私が働いているお店の常連さんで、いつも私を指名してくれていた。プライベートでも食事に行ったりするほど仲がいい。そんなみゆきさんが落ち込む私を見て、休日にネイルの予約をしてくれた。予約当日、旦那さんと一緒に来店したみゆきさん。今日は旦那にデザイン決めてもらうね。と言って張り切るみゆきさんはとても可愛かった。施術中、みゆきさんは私の相談を親身になって聞いてくれた。そして元気が出るような言葉をかけてくれて、私はとても心強い気持ちに。大丈夫、私も他のママ友もめぐみさんの味方だから。
かなさんのことはみんな最初から信用してないし、勝手に言わせておけばいいよ。みゆきさん、ありがとう。何かあったらいつでも言ってね。困ったことがあったらすぐに駆けつけるから。施術が終わると、みゆきさんはお手洗いに行くと言って、一瞬だけ席を外した。その隙に旦那さんがお会計を済ませると、私にいつもありがとうございますと一言。お世話になっているのはこっちの方だと伝えると、旦那さんは少し誇らしげな顔をした。二人が仲良く帰っていく姿を見て、その日はなんだかほっこりした気持ちで帰宅。帰ってからそのことを夫に話すと、俺ももっとお前を喜ばせないとな、としみじみ。そう言ってもらえただけで十分嬉しかった私は、みゆきさん夫婦に感謝するのだった。夫婦円満でいたいと思い、それまで以上に夫に優しくするよう心がけるようになった私。夫も私と同じ気持ちなのか、以前より家族との時間を大事にするようになった。ある休日、夫の提案で家族3人で動物園に行くことに。久しぶりの動物園ということもあり、娘は大喜び。動物園に着くと、夫が率先して娘の相手をしていた。以前は娘は私に任せっきりだったのに、一体どうしたことやら。そんなことを思いながら、二人の後をついていくと、休憩所に見覚えのある女性の姿が。それはなんと、かなさんだった。かなさんは私たち家族がいることに気づくと、真顔で駆け寄ってきた。そして、私に声をかけるのかと思いきや、なんと、夫に声をかけたのだ。あら、偶然ですね。と声をかけられると、夫は無言でなぜか気まずそうな顔をしている。不審に思った私が、知り合いなのと聞くと、かなさんが意味深なことを口にした。そうよ。あなたの旦那さんのことはよく知ってるわ。よく知ってるって。夫はかなさんと目を合わせないようにして、私と娘の手を引いて、その場から離れた。かなさんが見えなくなると、ようやく手を離し、胸を押さえて大きく息をした。ちょっと、知り合いならどうして言ってくれないの？知り合いというか、ただの顔見知りだよ。前に飲み屋で偶然会っただけ。だったらどうして逃げるの？別に逃げたわけじゃないよ。ただ、あの人とは関わってほしくなかったから。明らかに様子がおかしい夫を見て、私は不信感を抱いた。そもそも、夫が突然帰りが早くなったり、家族に優しくなったのにも何か理由があるに違いない。そう思った私は、夫の行動をさりげなくチェックするように。しかし、夫はそれからも相変わらず帰りは早いし、家族にも優しいままだった。かなさんとの関係は少し気になったが、さすがにママ友と浮気するほどバカではない。そう思い様子を見ることに。そんなある日、仕事から帰って家事をしていると、突然義母から電話が。もしもし。ちょっとめぐみさん、聞いたわよ。あなたがそんな最低な女だったなんて。え、何のことですか？とぼけないでよ。自分が一番よくわかってるでしょ。自分のしたことをよく考えなさい。息子とは離婚してもらいますからね。義母はそう言うと、私の話も聞かず電話を切った。突然激怒されて驚いた私は、そのことを帰宅した夫に報告。夫も義母がなぜ突然そんなことを言い出したのかわからないという。次の週末にでも義実家に行って義母と話してくると夫が言うので、それまでモヤモヤしたまま過ごすことに。次の週末、私も夫も仕事で疲れていたので、家でゆっくりしてから義実家に連絡しようと思っていた。お昼過ぎに家族でくつろいでいると、突然玄関のチャイムが鳴った。そして外からは、メス豚疫病神出てこいという義母の声が。驚いて出てみると、そこにはなぜか激怒する義母の姿が。よく見ると、その後ろにはなんと、かなさんが立っているではないか。驚きのあまり、お母さん、かなさんとパニックになる私を、義母が突然怒鳴りつけた。夫と子供がいるくせに浮気するなんて、あんたどういう神経してんの？浮気？そんなことしてません。黙れメス豚。全部かなさんから聞いたから。ちょっと待ってください。どうしてお母さんとかなさんが？かなさんの実家はうちの近くだから、息子とかなさんは
幼馴染なんだよ。そんなことも知らないなんて。かなさんと夫が幼馴染であることは初耳だった。ということは、飲み屋で会っただけの顔見知りというのは嘘ということになる。私の後ろに隠れるように立ち尽くす夫を睨みつけると、よほど焦っているのか、夫が取り乱し始めた。おい、二人とも何の用だよ。家族団らんしてるんだから邪魔するなよ。夫がそう言うと、義母がさらに興奮状態に。邪魔しに来たんじゃない。助けに来たのよ。こんな疫病神とはさっさと離婚しなさい。すると、それまで黙っていたかなさんが、カバンから大きめの封筒を取り出した。そして中から写真を取り出すと、玄関先にそれを広げ始めた。浮気してることは分かってるのよ。潔く認めなさいよ。証拠だってこんなにあるんだから。写真をよく見ると、それはみゆきさんの旦那さんと私が話している時の様子だった。仲良さそうに見える写真ばかり選んでいるところに悪意しか感じられなかった。その写真は私のお店に来てくれた時、旦那さんが会計をしてるところよ。嘘つかないで。二人しか写ってないじゃない。私見てたんだからね。二人がイチャついてるの。は？そんなわけないでしょ。私とかなさんが言い合いになると、義母がかなさんの肩を持つようなことを言い出す。私はかなさんを信じます。かなさんのご両親とは長い付き合いだし、かなさんのことだって子供の頃から見てるからね。どこの馬の骨かもわからないあんたよりずっと信用できるから。嫁をどこの馬の骨かもわからない人扱いするなんて、いくらなんでも許せない。私は思わず義母に激怒。私は何もしてないって言ってるじゃないですか。そんなに信用できないならもういいです。お母さんは私にどうしてほしいんですか？だから離婚しろって何度も言ってるでしょ。ママ友の旦那さんと浮気するなんて最低にも程があるわ。今すぐ離婚しろ。ほら大輝、早くこの女を追い出すのよ。親権はもちろん大輝のものだからね。浮気女が親権取れると思うなよ。慰謝料はきっちり請求するからね。覚悟しておきなさい。身に覚えのないことでここまで散々言われて、頭にきた私は夫に決断を委ねることに。私は浮気なんかしてないけど、あなたはどっちを信じるの？もちろんめぐみを信じるに決まってるだろ。離婚なんか絶対にしないからな。夫がそう言った瞬間、かなさんが突然発狂。どうして？証拠もあるのに。なぜかなさんがそこまでして嘘をつくのか疑問に思った私。しかし、その疑問は夫の発言によりすぐに解決することとなった。かなさんが興奮状態になり、今にも暴れ出しそうになると、それを止めていた夫が突然大声を出した。いい加減にしろ。俺は離婚なんかしない。お前とはもう終わりだって言っただろ。一瞬の気の迷いで関係持っただけなのに、いつまでしつこく言い寄るつもりだ。それを聞いた私は、夫とかなさんがどんな関係なのかすぐに分かった。なるほど、そういうことね。怪しいとは思ってたんだよね。あなた、かなさんと浮気してたんだ。私が冷ややかな目で夫を見ると、しまったという顔で慌てふためいた。違うんだ。かなとは幼馴染で、飲み屋で偶然一緒になって酔った勢いで。夫が言い訳すると、かなさんがすかさず口を開いた。はあ？あの後何度も関係を持ったでしょ？何嘘ついてんのよ。でももう終わりにしようって何度も言った。それなのにお前がしつこく連絡してきて。よく言うわよ。私のこと好きだって言ったでしょ？忘れたとは言わせないから。せっかくめぐみさんを悪者にして慰謝料請求して離婚できるように仕向けたのに、これじゃ台無しじゃない。だから俺は離婚なんかしない。何度も言わせるな。二人のやりとりを聞くのがバカバカしくなり、私は無視して荷物をまとめることに。それを見た夫が泣きそうな声で謝罪してきた。浮気して悪かったよ。でも俺家族の大切さに気づいたんだ。だから今回だけは許してくれ。無理よ。離婚するから養育費と慰謝料よろしく。そんな。荷物を持って娘と一緒に家を出ようとすると、義母が気まずそうに声をかけてきた。めぐみさん、私は騙されてただけなの。私も被害者なのよ。
今更何を言ってるんですか？メス豚とか疫病神とか散々罵っておいて。今回のことは私の両親にもお父さんにも全て包み隠さず報告しますからね。それだけはやめて。先のことは謝るから。もう遅いです。さようなら。家を出た私は実家に身を寄せることになり、両親に全てを打ち明けた。すると両親はもちろん激怒。知り合いの弁護士を紹介すると言って慰謝料を請求するために協力してくれた。その後分かったことだが、義母とかなさんは近所中に私が浮気したと言いふらしていたらしい。弁護士に相談した結果、小学校のママ友や近所に嘘の噂を流したのは極めて悪質ということに。そこで私は浮気の慰謝料だけではなく、名誉毀損で義母とかなさんを訴えることに。夫は私の実家に毎日やってきて、玄関の前で土下座して謝罪した。しかし、両親がその度に門前払い。記入済みの離婚届を渡し、次に勝手に来たら警察を呼ぶと伝えると、夫は泣きながら帰っていった。その後、離婚が無事に成立して慰謝料を手にした私は、娘の小学校の近くにマンションを借りることに。離婚の原因を知った義父は、義母と夫とかなさんに激怒。かなさんの両親にも今回のことを伝えたそうで、3人の噂は近所中に広まった。近所で白い目で見られることが耐えられず、義父は離婚届を置いて家を出て行ったらしい。それからすぐにかなさんの両親も夜逃げ同然で出て行き、そのまま失踪したのだとか。残されたかなさんは慰謝料の支払いで生活できなくなり、現在は仕事を辞めて両親を探しているという。義父に捨てられた義母は家を売って夫の家に転がり込んだ。しかし、私との離婚で義母を逆恨みした夫が同居を拒否。住む場所がなくなった義母は河原でテントを張って生活しているらしい。夫はというと、私たちが出て行った後、寂しさから精神を病んですっかり元気がないという。仕事も手につかず、ミスを繰り返した結果、周りから迷惑がられ、職場でも居場所がないのだとか。離婚してから1年後に心療内科の前で夫を見かけたが、すっかり痩せこけて以前の面影はなくなっていた。夫にとって浮気の代償はかなり大きかったようだ。私は娘と2人で強く生きていくことを心に決め、自立した生活を送っている。これからはシングルマザーとしてどんどんたくましくなっていくことだろう。